皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。目に見えない世界が、目に見える世界を作り出している。大切なことを伝えるチャンネルへようこそ。このチャンネルは、私の感じている、この世界をお伝えさせていただいています。すべての存在に、等しく、素敵な一日を与えてくださる。そして、この動画を見つけ、あなたとのご縁を、必然だと感じています。ありがとうございます。今のあなたに、必要な何かを届けられたら幸いです。今回訪れた神社紹介。今回僕が訪れた神社はダンダダン第一期で、フリーピーナッツがダンダダンの世界観を表現した音の家の素晴らしい歌詞にあったとても素敵なオープニング映像に登場していた鳥居がある福岡県田川郡添田町に創建されています皇体神社になります。事の成り行き、事の始まりは YouTube のおすすめ動画にダンダダンの鳥居のモデルを紹介している動画を拝見しまして、いつかお参りに行けたらいいなと、ふわっとした気持ちで感じていました。しかし、それから数日後に、皇体神社を訪れる。5日前に突然、神様から皇体神社に行き、お掃除をしなさいと、全身の細胞たちがゾワゾワと感じて、僕に伝えてきました。疑いもせずにすぐさま、行く日をいつにするのかとなり、直感で降りてきた日が、2025年1月23日、木曜日と感じて、すんなり決定しました。この後で必然的なことが待っているとは知らずにその日まで過ごしていました。神社は地域の方の心の状態を表している。掃除する前にまずお参りで皇体神社の敷地の奥に忠魂碑が祀られていたので、過去の方々のおかげで今こうして僕は戦争のない日本で暮らせていることに感謝をお伝えさせていただきました。皇体神社は近くに民家がなく人が歩いては来ないだろう。しかし見る限り少ない人数の氏子さんはいる感じですが、お賽銭箱もなく、お社が残念ながら一部崩壊していて、今現在修繕がされない状況のようです。しかし榊が6本くらいと、かなり古いお酒がたくさんお供えされていて、何人かの地元の方がされている感じがしました。神社の状態が地域の方の心の状態を具現化して目に見える形として現れていると僕はどこの神社に行ってもそう感じています。掃除を始めるときに神様からのプレゼント。僕が掃除を始めようとしたときにご神木の隙間から神々しくきらめき鳥居を照らしてくれていた。その素晴らしい光景を見ていて、こんな幸せを独り占めしていいのだろうかと思いながら写真や動画を撮って一人幸せを味わっていた。最上の神様からのプレゼントだと感じて、ありがとうございますと感謝をお伝えした。神社の鳥居は神様と霊の境界。ダンダダンでも鳥居を不自然なほど何回も繰り返し打つシーンがあり、大切だということを見ている人の無意識領域に伝えている感じを僕は受けました。花と太郎が桃ちゃん家で出会うシーンと、獅子の家に向かう時も神社の話や、さりげなく鳥居が何回も映されていました。アニメの鳥居を見て普通の鳥居よりも両端が短くて、僕には縁という字に見えました。そう感じた時に、鳥居は縁と縁を表し、縁を金と応援を生む大切な入り口だと感じ、僕は数年前から神社に頻繁に行くようになったおかげで、今までに経験したことがない不思議なくらいたくさんのご縁をいただくようになったのをなんとなく感じていたご縁がランダダンを見て腑に落ちました。そして鳥居をくぐるときに中央を通らずに自然と歩くのは、この世界には自分だけではなく他人もいて助けられて共に生きているご縁に感謝している日本人に受け継がれている行動の現れなんだと感じます。お金もみんなの幸せが循環する金融のエネルギーで、これも実は目に見えないご縁で繋がっている。そして縁と縁は、縁が目に見えるもので、縁は目に見えないものを表していて、目に見えないものと見えるものがこの世界を作っていることを鳥居は伝えているとも感じています。縁という漢字は敬と神からなり、霊は境を表し、神は神や神を表している。神社の鳥居は縁を模した作りになっていて、神との境を形としてこの世に具現化している。皇体神社の鳥居は円が形でしかも半分になっていたので、神と人の境がなくなって一つになった素敵な神社なのではないだろうか、と、ふと、そんなこと、鳥居を見て感じました。掃除終わりに、ご夫婦と神棚のお話、
皇太神社の掃除が一通り終わったタイミングで、50代くらいのご夫婦がいらっしゃって、やはり旦那さんがダンダダンを見てきたと言われていた。そして幸せを独り占めした神々しくきらめく鳥居の写真をお見せしたら素晴らしいものを見ましたね。ぜひ皆さんにお見せするように YouTube に上げてくださいと言われて、こうして現実化している。神社巡りとかされているのですかとお聞きしたら、三社参りとここだけと言われたので、ぜひ普段から神社に行ってくださいとお伝えしました。するとなんとその方は自営業で商売をしていると言われていたので、お家に神棚はありますかとお聞きしたら、祀っていないですと言われたので、僕が自宅に神棚を祀ったら、神様に見られている感覚があり、間違いなくいい方向に導かれていて、全然気持ちが違いますとお伝えすると、奥さんはもっと稼がないと困ると言われていたので、商売されているなら、なおさら神棚があった方が間違いなく運気が良くなりますとお伝えさせていただきました。お互いにこんな遠くの地でご縁をいただき、僕がお伝えしたことでお二人で考えてお家に神棚を祀ることになると、新たに小さな神社ができることになるので、その周りのお家にも良い影響があると僕は感じている。霊媒師の孫、リアルももちゃん現る。ご夫婦と入れ替えのように、一人の女性が2リットルの水のペットボトルを抱きかかえて歩いてきた。まさか最後の最後でびっくりするサプライズが神様からプレゼントされるとは、この時まで思いもしていなかった。一人で来られた女性がペットボトルを持っていたので、いつもお参りに来られているのですかと尋ねると、他にも何か所かの神社にお参りすると言われたので、近くの方ですかとお聞きしたら、1時間以上かかると言われていた。なぜそんなに遠い場所からお参りに来ているのかというと、おばあちゃんが霊媒師だったようだ。たくさんの神社を回っていて、孫であるその女性が今は緩く行っていると教えていただいた。そしてダンダダンを初回だけ見ていて、鳥居のことを知っていた。おばあちゃんが霊媒師で孫なので、リアルももちゃんだと笑いながら二人で話した。おばあちゃんは霊媒師として除霊など本業でされていたようだが、お母さんには全くその能力はないと言われていた。彼女は目に見えないものが見えるようだ。彼女が悲しんでいると、桃泣け姫に出てくる小玉のようなものがたくさん寄ってきて、慰めてくれると言っていた。そして、リアルももちゃんだと思われる体験を話していただいた。良くないことが頻繁に起きていた。全く家の中を知らない人から見てほしいと頼まれて訪問したら、家の中に見えない階段下に井戸がある。その中に水に浮く石があるのをももちゃんと同じように見えない手で掴んだ感覚があって、その後階段を解体したら、実際に階段下に井戸があり、浮かんでいた石も見つかり、その石が災いの原因だったようで、供養をしたらしい。本当にいるんだなと改めて実感して、ご縁を繋いでいただいた神様に感謝をお伝えした。彼女から皇太神社の神様が降りてくるご神木があり、僕はその木から差し込む太陽を見て、神様が降りてきたと感じたのは間違いではなかったと彼女から聞いて感じました。そして僕が体験している不思議なことを聞いたら、答え合わせになると確信して彼女に話してみた。見えない存在たちは声が頭の中に聞こえてくると言っていたので、年明けすぐ体験した声が頭の中に聞こえたことを伝えたら、能力が少しずつ目覚めようとしているとおっしゃっていた。あの声ははっきりと聞こえたので、彼女にも人と話しているように頭の中ではっきりと聞こえていることが分かった。僕も見えて聞こえるようになりたいと、彼女の肩に手を触れたらどうぞと心よく受け入れて、手を重ねて彼女の力を送っていただいた。これで彼女のパワーと僕のパワーが合わさり、さらに高くなったと感じられた。彼女からおすすめの神社を何箇所か教えていただいた。しかしその全ての神社は僕の中ですでに行きたい神社のリストに入っていて、僕が呼ばれているのを感覚的に受け取っていたんだなと彼女に聞いて、僕が感じていることは間違っていないよと彼女を通して神様が僕に伝えてきてくれているんだなと実感しました。僕についている神様を見ていただいた。彼女に僕に何がついているか見ていただいたら、僕自身がなんとなく感じていた通りで、たくさんの神様に見守られていると言われた。僕はまだ見えないけど、たくさんの神様がついていて見守ってくれているといつもなんとなく感じている。そして僕はいつも龍神様がついていると感じていたので、何かついているか彼女にお聞きしたら、黒龍様がついていて、
その黒竜様と平立神宮の池にいる黒竜様が呼んでいると伝えていただいた。そして彼女一番のおすすめパワースポットは、その平立神宮と黒竜と白竜がいる池だとも伝えていただいた。僕も2年前くらいから平立神宮の存在を知り、絶対に行きたいと直感で感じていたので、彼女に平立神宮の白竜様が僕に何かしら関係していると伝えてくれた。お互いの出す波動が引き寄せる。僕は池のことは知らなかったので、神様の伝言を僕に伝えるために彼女は皇太神社に来たと感じたので、彼女になぜ1月23日を選んできたのかをお聞きしたら、1月19日に皇太神社に行きなさいと僕と同じように突然降りてきたと言われていた。だから昨日職場に明日休みますと連絡を入れたと言われていた。僕もそのくらいに降りてきましたと伝えて帰ってから日記を調べたら、1月18日の朝目覚めた時に降りてきたと書いてあったので、僕が決めた後にどうも彼女に伝えられたのが分かった。彼女のように感じる能力が高い人にはどんなに距離的に離れていても繋がるようになるんだなと改めて実感した。しかしお互いの波動が近くないとそんなことは起こらないので、僕自身も今の状態が彼女と同じような感じなんだなと出会って気づいた。波動が近いと自然と磁石のように引き寄せられることを実感した。3組4人の人にしか出会わなかったのに、しかも皆さん遠方の方ばかりで、普段の生活圏内では明らかに出会うことのない方ばかりでしたので、やはり自分に起こることは全て必然で天に導かれていることを改めて再確認できた素敵な講演とお話がお聞きできた旦那団の聖地、皇太神社でのご奉仕でした。そして個人的なことでの助言もたくさんいただき、これからの道が明るく照らされているように感じています。このチャンネルでお伝えしたいこと、今回の神社参拝のように時には頭で考えるのではなく、全身の細胞で感じ取る感覚を意識して過ごしてみると、不思議と予想もしないところでのご縁をいただくようになり、神様に導かれている感覚が誰しも目覚めてくると確信しています。僕からのおすすめは、お散歩で近くの神社にお参りすることができれば朝日の時間がベストですが、ご自身の行動できる範囲で試みてはいかがでしょうか。そして今あなたに必要な気づきや答え合わせなど何かを届けられていたら幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。今日も素敵な一日をあなたのおかげで過ごすことができました。このご縁に感謝しています。どうもありがとうございました。